にちは、魔法のクラフトのポールです。今日は特別な材料がなくても楽しめる手帳デコ風のスクラップブックページを作ります。スタンプもダイカットも使わずに、ちょっとしたステッカーや余り紙だけで作れるんです。こんな何気ないいつもの一日を、今回はいつもと違う形でゆっくり喋りながらご紹介していきます。それでは始めましょう。簡単 3-2-1 のページ作り。今回はページの主役、写真のストーリーを語ってみます。先日久しぶりにコーリナに行ってきました。私はディズニービーチって呼んでるんだけどね。コーリナってディズニーのホテルとかフォーシーズンとか有名なホテルが立ち並んでいるホノルル第2のハワイのリゾート地なのね。ビーチも人工的に整備されているから行くたびに気分が上がる私のパワースポット。ハワイに来たばかりの頃にまだ友達もいなくって本当によくここに来てた。日本人の観光客の人とかを見るとちょっと安心したりして、ホノルルとは違うゆっくりとした時間が流れてるんだよね。普通だとだいたい15分から20分ぐらいで行けるところをなんと1時間以上もかかってしまったのね。コーリナに行くとまずビーチウォークを散歩しながらラグーンや夕日の写真を撮るんだけども、毎回同じような写真になってしまうわけですよ。だってハワイってどこまで行っても海と空だから、風景だけだとちょっとマンネリ化しちゃうし、人物の写真も私と旦那、またいつもの私と旦那のような感じで、またちょっと同じような写真だらけになってしまうのね。それでね、今回はちょっと遊び心を出して、今人気のイラストの写真を撮ってみたわけですよ。そしたらね、意外とそれが楽しくって、ああいう写真ってさ、だいたい撮るだけで別に何もしないんだけど、で帰ってきてなんかページを作ろうと思って、今日の1枚と思って普通に撮った写真もあったから作ろうと思ったら、なんか AI の写真意外に可愛いんだよね。それ可愛いよね。それで今回はこの AI のイラスト風の写真を使うことにしたの。そこでね、ふっと思い出したのが、今日本で流行っている手帳デコってあるでしょ。そんな感じに写真をペタペタ貼っていくタイプのページを作ってみようかなって思ったの。こういうはっきりしたペーパーカラーだと写真がどうしても負けてしまうことがよくあるのね。だけどこのイラストの写真だとやっぱり顔つきがすごくくっきり出てるので、カラーとマッチし合ってすごくいいページに仕上がったと思います。逆にこれはこれでありだなって思いました。だからね、もしみんなも写真を載せるのはちょっとなとか、材料持ってないんだけどなとかって思う人があったら、ちょっとこんな方法で作ってみて。なんでもいいの。作り始めるきっかけはシンプルでいいの。大人スクラップブックのコツは、足した後に引き算をすること。写真がちゃんと主役になるように空間を大切にします。ここからは昨日作ったこちらのページのもう片方のページを作っていきます。片側のページだけでいいんだけれども、こんな風に使いたい写真がたくさんある時なんかには、この見開きの2枚のページを作った方がいい時もあります。今回は4枚の写真を使いたかったので、こうやって
同じページを右と左に作ることにしました。それでもね、ちょっと左右変えてみたくて、この写真はこうやって台紙のペーパーにくっつけました。あとは風景の写真を入れて同じように完成です。最初このジャーナルは左側のページ、1枚のページの中に入れ込もうと思ったけれども、あのページタイトルが大きいのね。だからちょっとパンパンになっちゃった。そういうわけでジャーナルはこちら側の右側のページに入れることにしました。ここでもページのつながりを大切にするために、左側のページに使ったものを右側のページにもこうやって同じように使ってあげる。そうすると同じ一つのページとして完成するのね。そして今回もこの余っているステッカーを使ってページを飾っていきたいと思います。だってさ、ステッカーだけどうしても余っちゃうの、私の場合ね。やっぱりもったいないなと思って最初のうち使わないと、ペーパーだけどんどんなくなっていて、こうやってステッカーだけ余ってしまう。これは非常にもったいない。別にステッカーコレクションしたところでどうなるわけでもないじゃない。だからやっぱりこうやって使ってあげる場所を作ってあげたいなと思って、今回はもうたくさん使ってみようと思いました。だからちょっとごちゃごちゃしたいページなんだけど、それでも大人スクラップブックとしてやっぱりメリハリをつけるページに仕上げたい。ここちょっとした挑戦だよね。で、あとね、このハローっていう文字、これすごく可愛くって、この写真にもとっても合ってると思ったの。だけど下に入れてしまうとどうしてもなんかこう動きがねなくなってしまうので、写真にかぶせる形で、よくさこう漫画の吹き出しみたいな上にドーンと入れてみました。こんな感じで左のページにはタイトルを、右のページにはジャーナルを入れて2枚のページを作ってみましたよ。どうですか？こうやってページを作り終えたら、忘れないように日付を書き込んだりジャーナルをつけましょう。どうしてこの写真を撮ったの？風景が素敵だったから、食べる料理が美味しそうだったから、いろいろありますよね。何か気持ちが動かされる瞬間があったから。だからその瞬間を言葉にしてジャーナルに入れてあげましょうね。今回は AI アプリを使ってアニメ風に仕上げてみました。可愛いでしょ？なんかね、うちの旦那もね、ちょっとお化粧がかかっちゃってて、ちょっと気持ち悪いことになっちゃってるんだけど、まあ冒頭にも言ったけれども、いつもここに行って写真を撮るといつも同じになっちゃうのね。だからちょっとこんな風に加工してみたら意外に可愛くて、私このままでもいいんじゃないか、これからの写真はこれでいいんじゃないかって思っちゃったくらい。今ね、この2枚のページにした理由っていうのは、もう一つのイラストもすごく可愛くって、これ実は違うイラストを使ってるんだけど、これもすごく可愛かったから、これを並べて作ってみたいなと思ったの。でもこのイラストを2枚並べたページっていうのはただつまらないので、こうやって風景も入れて2枚の大きなページを作ってみました。で、これ2枚で1枚のページが完成っていう形で、ちょっと大きなプロジェクト。初めから設計図があって、ここどうしようって作るわけじゃないんだけど、こうやって持っているステッカーをペタペタ貼っていく。たまにはこういうページ作りもいいんじゃないかな。さあ、AI フォトを使ってあなたはどんなページを作ってみますか？きっかけはちょっとしたことから始まるんです。携帯で写真を撮ってみる。撮った写真をプリントアウトしてみる。それをペーパーに貼ってみる。かわいいと褒められる。もっと写真を撮りたくなる。もっと作品を作りたくなる。そうすると後々5年後10年後にこのページを見返した時に、ああそうだった、この時あんなことがあったよねって写真のストーリーをより深く楽しむことができるんですね。
そんな小さな幸せが一つでもあると、今日も楽しかったなって思えるんじゃないかな。そうそう、順番が逆になっちゃったんだけど、今日使った材料もちょっとだけ紹介しておきますね。今回は本当にペーパーをたくさん使わずに楽しめるページ作りになっているんだけど、手元にあった昔のペーパーセットの残りと小さなステッカーたちを中心に使っています。このパッケージはもともと12枚ぐらいペーパーが入っていたんだけど、もうだいぶ使い込んで、あとは3枚ぐらい残っているだけです。でもね、321のページ作りだとまだまだ作れる。4枚から6枚は作れちゃうんじゃないかな。本当にコスパがいいんですよ。このペーパーは昔のクロストゥマイハートのカリプソというペーパーコレクションです。私はこのコレクションごとに袋に分けて保管しています。これ混ざっちゃうと後で色合わせがとっても大変になってしまうのね。そもそもこういうペーパーのコレクションって色の配色とかトーンが合わせられているから、そのままの世界観で使うのが一番綺麗にまとまるんですよね。だからね、今回はこのセットだけを使うって決めた方が作りやすいし、ページの仕上がりがうまくまとまる確率が上がります。すごく初歩的なことだけど、本当に大切なポイントだなって思っています。さあ、こんな風にパッケージが完成しました。今回使ったものは手持ちのステッカーと余ったペーパーだけ。スタンプもダイカットも使っていません。スクラップブックって特別な材料がないとできないんじゃない？そう思ってる方にこそ作っていただきたいページです。ちょっと自分の写真はという方にも、ほら、今回のようにこんな最強のツールがあるんですよ。はじめの一歩はこれから始めてもいいと思います。自分を残すということは何も本来の自分の姿でなくてもいいのかもしれない。メモ帳にステッカーを貼るだけじゃもったいない。スマホで撮った写真と一緒に今日の気持ちを残してみませんか？実はもう次に使いたい写真が決まってるんです。もう作りたい気持ちが止まりません。次回はまたちょっと違うテーマでページを作っていきますので、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみに。最後までご覧いただきありがとうございました。他にも321方式やページをトランスフォーマーくるっと回すと全く違うページ作りに、またスタンプを使った楽しいスタンプワークなど過去のビデオもいろいろ公開中です。ぜひチェックをしてあなたの今をページに残すきっかけにしてもらえたら嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。Thank you for watching. See you next week. Bye bye.